はい、アスクザグチということで早速、質問にお答えしようと思うんですが、その前にですね、今日は、ちょっと外に出て、ちょうど日本は桜が満開なもんですから、それをちょっとカメラで撮ってきました。ほい、満開桜チェリーブラッサムというわけだ。はい、こんな桜をバックにですね、ちょっと今日お送りしたいと思います。はい、早速、一つ目の質問ですね。ほい、これはアルディン・ミュでいいのかな、What kind of food and drinks does the tavern serve our warriors in Terabato? 知らんそんなことは知らん。一応ですね、設定的にはですね、ライファーという巨大な宇宙船は、いろんな星に、着地してはですね、そこの生物をさらってきたり、ないしはその DNA を採取したりして、自分のその宇宙船の中に住まわせてると。でその信仰心とかそういう生命エネルギーみたいなものを、糧としてるんですね。なので住んでる彼らはもともとのその星の住人たちと同じ生物ですから、人間であれば同じように水を飲み酒を飲み、パンを食い肉を食いと、ただトカゲとか、岩人だとかあそこら辺はまたもともと他の星から来てるというような設定ですので、彼らが生活していた時のものっていうのが多分存在するのかな。なぜ皆さんこうやって眼鏡かけてるか分かりますかね。すみませんね。この桜の季節、花粉症分かるでしょうか。英語で何て言うのか知らない。日本で非常に杉の花粉が舞ってですね、私ちょっと若干アレルギーで、鼻にクリームを塗り、この眼鏡全くこれ度合い入ってません。これでこの花粉が入ってくるのを防ぐわけですね。鼻からも防ぎます。というわけでまだ、アレルギー症状は出ていないという。はい、では2問目いきましょうか。ジェイスコードジャスコードいいか。Any plans to make Terra Battle intoアニメシリーズね。アニメシリーズアニメムービー。なるほど。映画とかしないのっていうことですね。これはなんかね、せっかくいいキャラクターたちとか、あとは僕なりに頑張って世界観を作っているので、何か映像化できるものならしてみたいですね。まだただ予定はありません。ただ願望としては非常に強いので、いずれはね、なんかそういったことができるといいなと、願っています。これをご覧の、ハリウッドの、プロデューサーの皆さん、Come on!Contact me for Terra Battle movie please ということでよろしくお願いします。下手な英語だよはい、では3問目ですね。小ガスさん、小ガスもう意味分かってる。小ガスっていうのは日本語では、小ガス、燃やすみたいな感じですね。いわゆるあなたを燃やしちゃうバーン、I burn you 英語になっていいか分かんないけどそんな感じですね。Who'd you pick as your party in Final Fantasy？これはファイナルファンタジーの1からどのキャラクターを自分のパーティーに入れますか。1でどういうキャラを使ってたかってそういうことかな。これはこの前ね、実はほらミニファミコンっていうアメリカでも出ましたけど、ミニネスでいいんですかね。ちっちゃいこんなファミコンの形をして中にもうすでに何本ですか、30本ぐらいだったかな、ソフトが入ってるっていうのが出たんですけど、その中に FF3 が入っていて、それ最近やりました。で FF3 の制作スタッフも全部、田中さんとかね、青木さんとか渋谷さんとか、樋口プログラマーの樋口とか、いろんなメンツが集まってみんなでこうエンディングまでやったんですけども、ちょっとワンはねちょっと
うろ覚えなんですけども、その時3でいうと、あれはジョブチェンジがあるので、最初はやっぱり戦士系文句で白魔導士黒魔導士と、オーソドックスにいかないとねなかなか辛いとこもありますからね。ただ最後はやはり忍者賢者みたいな、そんな感じでしたね。ごめんなさい3の話ですけども、でも FF3 がアメリカでは1かなってこと、うましよく分かってるんだよ俺ね。そんな形です。はい。さあ、続いてですね、次の質問がリコリス7、なんかみんな意味があってつけてるんでしょうね。ちょっと僕には分かんないです。Are there plans to add more races to the Terabattle world? Golems were a neat addition, but what's on the horizon? Bird people? 鳥人間？皆さん多分知らない、ね、特にアメリカの方は知られてないと思うんですが、鳥人間コンテストというですね、日本にはテレビ番組が、あって今でもやってるのかな、ちょっと分かんないや、自作の、飛行機を作って、それをその海に突き出たなんかちょっと高い、こう突き出たような場所からこうなんて言うんでしょうか、要はエンジンとか積んじゃいけないんです。人力飛行機、それでこう自分たちで作ったので何メーター飛べるか、ないしは滑空時間を争うのかな、なんかそんなテレビ番組があるんですが、何を隠すと私がスクエアに入社したきっかけはですね、スクエアの当時の社長が鳥人間コンテストのゲームを作ろうというので、私プログラマーでスクエアに入社いたしました。パソコンでスクロールルーチンなんかをね、ゼッパチアセンブラで作ってですね、当時はプログラマーだったんですが、ある日オフィスに行ったらですね、誰もいない。どうしたのチーム、どうしたんですか、解散したよもうみたいな、なんでその突然、なんとですね、鳥人間コンテストというそのテレビ番組の著作権に触れるということをうちの社長は何も考えずにプロジェクトを進めていたんですね。というわけで、当然クレームが入りプロジェクトは中止になって、私の仕事はなくなったと。で仕方なくそれは困るよっていうんで自分で作ったのが1作目の PC ゲームのデストラップと。そういうことになってますね。全くこの質問の答えになってないですけども、一応いろんな種族は入れようと思ってます。ゴーレムも新しく入りましたし、設定がね、ライファーという宇宙船がいろんな星に行っていろんな種族というか生き物をその DNA 採取して自分の中に住まわせてるみたいな設定ですので、どんどん増えていくのではないかと。はい、そんな形でよろしいでしょうか。さあ次の質問です。マイルザップマット・ミルザップ、本当に読み方が分かんないっていうか、どういう意味なんでしょうね。なんかあるんでしょうね。もう一度改めて説明すると、このメガネはですね、花粉症対策です。はい。よくわからない場合は、最初の1問目の、1問目ってわけじゃないかな、ちょっと前のビデオに説明、この背景のチェリー・ブラッソンと一緒に拝見してますので、そちらもご覧ください。はい。What is your philosophy regarding RPG length? How much time should it take to complete the main scenario? RPG の長さですか。これはFF を作ってた頃はやっぱり30時間40時間50時間ぐらい、それぐらいのボリュームが欲しいなと。1日2時間例えば遊んだとしたら20日間、土日を例えば土日休むってことはないでしょうけど、土日をメインにやるんでしょうけども、1ヶ月かかるかかかんないかぐらいゆっくりやるとね。でダッシュでやって徹夜でいくらやっても多少寝るでしょうから、1日15時間とか例えばしても、もう本当にもう死に物狂いでやっても 2,3 日かかると。なんとなくそんな目安で作ってましたけども、ただ昨今の、特にテラバトルみたいなゲームっていうのはリリースしてからね、どんどんコンテンツが足されてきますんで、特に、なんていうかこれぐらいの長さであるべきだというのは持っていなくて、メインシナリオの方も今現在テラバトルは38章がこの前追加されましたけども、
そういった形で、どんどん追加されていって、長くね、アップデートに合わせて遊んでいけるスタイルというのが、面白いのかなと。あとはないしは僕はちょっと作ったことはないですけど、オープンワールド的なね RPG というのはやっぱり非常に流行ってますので、そうなるとまたこれもまた長さという概念ではなく、どちらかというと広さと、あと密度ですかね。ただだだっ広いだけではダメなので、その中に、非常に密度高く、いろんな仕掛けとかイベントを盛り込めるのかみたいな、そういうところになるんじゃないですかね。いつか僕もねちょっとオープンワールド作ってみたいですね。はい、テラワールドみたいなことでよろしくはい。あしくさ